明治日本を書いたアメリカ人画家たち。江戸時代後期から明治にかけ、日本の美術は西洋人に強烈な刺激を与えました。これまでの鎖国を経て開国した日本、この島国への興味がヨーロッパ、北米を駆け巡ったのです。ジャポニズムと呼ばれるこの現象は、印象派などの芸術運動に影響を及ぼしました。そして明治の日本を描こうとやってきた画家たち、その中でアメリカから来日した3人の画家を取り上げてみました。まずは明治23年に来日したロバート・ブルーム。ニューヨークの雑誌社から派遣されて日本に来たブルームは An Artist in Japan という旅行記を3回にわたって書き、また英国人エドウィン・アーノルドのジャポニカの挿絵も書いています。滞在中には多くの水彩画、パステル画、油絵で人々の日常の生活を生き生きと描き出しました。その作品の一つ、アメヤはメトロポリタン美術館に収められています。また、女性を描いたパステル画が多く残っています。これらは多分、日本で初めて描かれたパステル画ではないかと思われます。次に来日したのはリラ・キャボット・ペリー。ボストン出身で長年フランスに住んだ印象派の画家です。モネの友人で夏には毎年モネの隣の家を借りていました。明治31年、慶應義塾大学の英文学教授となった夫と3人の娘と共に3年間東京に住みました。そして富士山を中心にした風景画と周りの人々や自分の娘たちなどの人物画も描いています。印象派のタッチで明治が描かれています。もう一人アメリカ人女性で明治の日本にやってきたのは31歳の版画家のヘレン・ハイド。明治32年にわざわざ重いエッチング用のプレス機を日本に運んできました。はじめはエッチング制作でしたが、浮世絵に魅せられ、フェノロッサの勧めもあって木版画を始めました。日本の浮世絵の仕組みを取り入れて、自分の監視下の下で職人に彫りと摺りを任せることにしたのです。そして次々に子どもたちの情景、母と子の姿をスケッチして作品を刷り上げていきました。滞在年数を合わせると14年に及びました。彼らの描いた作品から明治の風景や人々の暮らしが手に取るように伝わってきます。また明治の日本にやってきてどう感じたのか、未知の国にやってきた興奮などとともに作品を作り出そうとする高揚感が残した手紙や記事からも読み取れます。この3人について書いたエッセイ、旅行記の翻訳を読んでいただければ幸いです。